皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は九州博多座に来ました。おぼろの森に住む森を見ます。東京の新橋演舞場でも見ました。あと激シネも見ました。YouTube も作ってるんでぜひそちらもご覧ください。そして今日博多座で見ます。実は昨日歌舞伎ナイトという出演者のトークショーも行きました。その情報も合わせてお伝えできればと思います。それでは初めての博多座です。行ってみましょう。レッツゴー。今おぼろの森に住む森の前半が終わりました。それがこの俺ライ様だという松屋さんの言葉で前半が終わりました。最後はライがのし上がっていく。で敵国主典にこの地人形というので命を握られてる。でもさらに這い上がるということを高らかに語って終わりました。最初に新橋演舞場で見た時ちょっとあまりにも歌舞伎ではないんで前半混乱して楽しめませんでしたけども、今回はもうこれは劇団新幹線がベースだというふうに思って笑いあり道化ありそして歌舞伎の見えあり付け打ちもガンガンなると浄瑠璃も途中合間に入るという舞台を大いに楽しめました。この博多座実は回り舞台からオーケストラピットそして花道なおかつ宙乗りもできるという日本一舞台設備が充実した劇場だそうです。歌舞伎に加えてミス・サイゴンヘリコプターが出てくるミュージカルですねもできるようにということで作られているそうです。そういう贅沢な立派な博多座で楽しみました。そして役者さんたちも、昨日歌舞伎ナイトでトークを聞いたんですけども、新橋で1ヶ月そしてその勢いでそのまま博多座に来てるということでもう随分、体にもうすんなり入ってるという感じです。相変わらず主典の染五郎さんかっこいい。染五郎さんのアクスタ実はもう博多座で売り切れたそうです。トークの中では染五郎さん実は3歳から自分の父親が演じるこのおぼろの森を見ていたということでいつか自分もライをやりたいなという話があり周りから応援されてました。お父さんの幸四郎さん、照れていたというか焦っていました。落ち着いて見ると確かに、映画で見た激シネで見た新幹線場よりもやはり歌舞伎色が入ってます。トークショーでは実際この井上歌舞伎井上さんが結構自分のこの仕草も見せて演技指導したそうです。新鮮だというふうに役者さんたち言ってました。あと今日は松屋さんですけども実はダブルキャストというのは衣装も2倍そして稽古も他の役者さんからすると2倍かかるということでまるで千本ノックのようだというふうに言ってました。実は3月の歌舞伎座の忠臣蔵もこれもダブルキャスターということで亀蔵さんまた大変だと言ってました。ということでやはり複数回見ると徐々に細部深いところ安心して見て物語を楽しむことができます。昨日のトークショーでは松屋さんと幸四郎さんのダブルキャスト両方とも見たという方がこの博多座でまだ中日を迎えてなかったんですけども3割ぐらいはもう2人分見たというふうに言ってました。いやー驚きです。それだけもうお客さんぎっしりですけども若いファンも多い、熱い
そして大向こうもバンバンかかる博多座でした。それでは後半も楽しみましょう。ご来場を心よりお待ち申し上げております。今おぼろの森が終わりました。ものすごい悪のパワーですね。シェイクスピアのリチャード3世を元にしてますけども、完全に松也さんこの悪のパワーを身につけて、最後狂った二期壇上のように宙乗りで飛んできました。わあ驚きです。今日はバレンタインデーということで、終演後なんと松也さんそして幸四郎さんのダブルライ、2人ともライの格好も見られました。ラッキーです。そして博多座、なんかお客さん熱いですね。今日隣に座った方は歌舞伎ファンというよりも演劇ファンだそうです。若い方多い、新幹線も見る、歌舞伎も見る、そしてこの博多座での演劇を楽しむ方、いやー本当にそういうパワー、楽しむパワーで満ちてました。そして大向こう重い、そして付け打ちがガンガンロックと絡む。いやー新橋よりも正直言って進化してました。前半の笑いに対して、後半はライが大君、そして式部を殺す、そして綱を攻略する、隣国の支店染五郎さんも殺してしまう。いやー染五郎さんのこの一騎打ち、いやー染五郎さんのこの凛としたすざましくかっこいい盾、今回も響きました。そして目が見えなくなった右近さん、金太とも戦う。いやー本当ドアト一を彷彿とさせました。誰にも信じられない。そしてライだけをすがって大きくなった、そんな金太でも裏切られた、その悲しさ悔しさがこもった盾でした。いやそして最後松也さん、この金太、そして時蔵さんの綱、そして円谷さんのマダライの3名と戦って、ついに落ち武者に追われて本水の中で息を絶える。本水も新橋よりもなんか本水が大きく見えました。そしてその後すぐ衣装を変えて、まるで二期ジャンジョーのようにキリとした姿でも、目はコンタクトでしょうか、目は怖い。もう悪の権化の二期壇上が宙乗りで消えてきました。最後カーテンコールもあったんですけども、スタンディングオベーションでした。熱い博多の観客ということで、いやー劇団新幹線として見ると本当にこれ前半から後半まで楽しめました。そしてこの人の心に住む悪でも這い上がるために悪に身を染める、そして悲しく人を騙して死んでいく、でも貫かないと生き残れないという戦国時代、またはこの中世シェイクスピアの時代を表してました。堪能しました。松也さんすごい。いつか染五郎さんのライも見てみたいということで、おぼろの森に住む森でした。イギリスがシェイクスピアなら日本は文楽だということで、今度3月20日文楽の人形使い吉田簑助さんを偲ぶという公演、高木秀樹さんに語っていただきます。祝日ですけども、世田谷の烏山区民センターで2時からやります。そしてその後16時半から天皇和風のミニオフ会、歌舞伎のことを語り合う会もしたいと思います。よろしければぜひお越しください。一緒に歌舞伎の進化、文楽、新幹線、いろんなものがない混ぜとなってお国以来進化する歌舞伎を楽しみましょう。ぜひいいねもよろしくお願いします。今日はバレンタインデー、そして昨日は歌舞伎ナイトにも出て博多座堪能しました。ぜひ全国で歌舞伎を楽しみましょう。それでは歌舞伎 YouTuber の電脳オフでした。